皆様こんにちは。まずは電車の中からスタートでございます。この後乗り換えを2回しまして2時間をかけて行き着きましたところは羽田空港第二旅客ターミナルでございます。これから金沢に向かうんですけれども、北陸新幹線ではなく小松空港経由で行きますよ。今回のチケットなんですけれども、 ANA の公式サイトからスーパーバリュープレミアム28でプレミアムクラスで15,870円を買ってみました。普段はもちろん普通席なんですよ。ですが新幹線の指定席よりちょっと高いだけならと思って買っちゃったんですよね。せっかくですから保安検査場を通った後は ANA ラウンジを利用したいと思います。羽田空港の ANA ラウンジは南側と北側の2カ所あるんですが、今回は南側を利用しました。受付をした後に入ってみたら結構な利用者がいたので、早朝からこんなに利用してんのって驚いたんですけれども、奥に行けば行くほど人が少なくなっておりました。どうして皆さん出入り口付近のを好むんですかね。飛行機も前方の席を好む人も多いって言いますしね。私の場合は空いてる方が大好きなので奥の方でくつろぎたいと思います。まずはビール飲みましょうかね。グラスはこのように冷やされて置かれています。いろいろビールサーバー等が置かれておりまして、銘柄もいくつかあるようですが、今回は一番近いビールサーバーからまずは一杯をいただきたいと思います。ちょっとしたスナックやチョコくらいはありますが、基本提供するのは飲み物だけと思ってもいいと思います。アルコールの種類は確かに割と充実していますけれども、そもそもそんなに長く滞在するところでもなく、酔いつぶれるわけにもいかないですしね。今まで使っているパワーラウンジなどのクレジットカード系ラウンジでも十分かななんて正直に思いました。ANA ラウンジからの景色はこんな感じでした。そろそろ搭乗時間かなと思った頃合いに ANA ラウンジを出発しましょう。ゲートに着いたらすでに搭乗が始まっており、無駄なくボーディングができました。使用した便は8時25分発の ANA751 便小松空港行き。席は前から2列目の進行方向左側 2A と 2C です。フライトの時間は短いですけれども、プレミアムクラスでは軽食が提供されます。11時出発を境に軽食の構成は異なるそうなんですけれども、このフライトの場合、中身はサンドイッチですね。
フライト時間は短いし、金沢でもランチを食べるから、まあこれぐらいがちょうどいいのかな。ちなみにビールもオーダーすることができます。小松空港から金沢駅までリムジンバスが運行されています。出発時間は飛行機が着いてからおよそ15分後という地方空港ならではのスケジュールですね。バス内ではスイカやパスモ、イコカなどの全国交通系 IC は使うことができませんので、自動販売機から事前に切符を購入します。金沢駅に到着です。リムジンバスの中でも香林坊などの中心部まで運行するバスもあるみたいです。そのため以前は金沢駅から200円区間券というおまけがついていて、金沢行きのバスに乗っても金沢駅から路線バスが乗れるサービスがあったんですが、こちらは残念ながら2023年9月30日をもって終了しちゃいました。ご覧の通り天気は雨ですね。なので近江町市場までバスで向かうことにしました。国鉄バスで移動しますが、路線バスもスイカなどの全国交通系 IC は使えません。アイカと呼ばれる国鉄バスオリジナルの IC カードのみの対応です。ただし城下町金沢周遊バスは全国交通系 IC を使用することができるようです。観光としても有名な近江町市場を通り、まずはその先にある今夜宿泊するホテルに荷物を預けに行きます。今夜の宿泊はザ・ホテル三楽金沢、近江町市場、金沢城、兼六園などの観光地にも近いホテルです。金沢文化を代表する茶屋街の一つ、東茶屋街。情緒あふれる古い町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に設定されています。今回は見るだけではなく、ちゃんと目的地があるんですよ。それがこちらです。金沢大和醤油味噌東山直売所です。そこまではちょっといけないんですけど、いろいろおすすめしたい商品があるのですが、一番はこれですかね。いしるだしです。石川県ならではの魚醤。お湯に入れるだけでうまいだしになりますよ。東茶屋街からザ・ホテル三楽金沢までの間にランチで予約したお寿司屋さんがあります。寿司どころ浅野川です。どうもです。こちらの様子は別動画にしてアップロードする予定ですので、楽しみにしててくださいね。ザ・ホテル三楽金沢に戻ってきました。通常は15時のチェックインとなるのですが、今回はクラブの客室の宿泊なので、クラブラウンジへ14時から入れますって聞いておりました。
ただ先ほどの寿司どころ浅野川のランチがそもそも13時スタートだったので、ホテルに着いた時には15時を過ぎていたんですよね。早速クラブラウンジに案内されると、驚きましたね。クラブラウンジの席が埋まるぐらい賑わっておりました。かなり人気の高いホテルになりましたよね。先ほどスイーツのフードプレゼンテーションの一部が映っておりましたが、クオリティが高いのも人気の一つかもしれません。ザ・ホテル三楽金沢に関しましては、詳細に別動画にしてアップロードする予定ですので、こちらも楽しみにしていてくださいね。翌日は曇りでした。金沢だと雨が降っていないだけでラッキーって思っちゃいますね。この動画ではホテルのチェックアウトをしたところから始めましょう。まずエントランスの前に立っていると、ホテル三楽のバスが止まってました。そういえば金沢駅まで送迎バスがあるんですよね。昨日は忘れてました。次のホテルはこちら、ウアンさんです。まずは荷物を預けて観光へと向かいます。ウアンさんはこの動画で宿泊した客室、朝食などを後でご紹介しますので、動画は引き続きご覧ください。ちなみにパブリックスペースはこんな感じになっております。それでは珍しく観光をしてみましょう。まずは金沢城を目指します。一番近い入り口まで徒歩で約5分くらいでしょうかね。金沢城は正式には金沢城公園と呼ばれ、火災で焼失した建物を再現して整備したものです。出入り口も四方にあるので、ある意味通り抜けに便利で、今も兼六園行くために公園を通ってみました。金沢の定番、兼六園。こちらは入園料320円がかかりますが、年中無休のつわもの観光地でもあります。ちなみに土曜、日曜は兼六園の県民鑑賞の日とされ、石川県民は入園料が無料らしいですよ。新だとそうでもないわ。兼六園を出た後にまた金沢城公園を通って次に来たのが小山神社です。旧金谷御殿の庭園と兼六園とともに金沢のシンボルともなっている最上階にステンドグラスがはめ込まれた神門が有名な神社です。次に金沢の中心街香林坊にやってきました。香林坊には百貨店の台場があります。地方のデパ地下を見るのが結構好きなんですよね。特に魚用を中心に見てしまいます。12月だったので加能ガニや香箱ガニが売られているのが印象的でしたが、魚の柵も地物と書かれているとすごく魅力的に見えるのは私だけでしょうか。台場から宿泊ホテルのウアンへの帰り途中、和菓子屋に立ち寄りました。昭和21年創業の板屋本店です。こもかぶりと呼ばれる和菓子が有名ですね。作り方がなかなか独特ですよ。ありがとうございます。
this is the second time or your first day? We will be here for 4 days. It's a long time. What I how long? いらっしゃいませ。こんにちは。With us? How did you like it? Yeah, I mean, it was good. I mean, it was very interesting. Sorry. 2泊目の宿泊先はウアンです。雨の日が多い金沢にあるホテルなので素敵なネーミングですよね。ラウンジでは24時間お茶やコーヒーもいただけます。チェックインはここで行い、朝食付きのプランの場合はチェックイン時に洋食か和食か利用時間を確認されます。今回の客室はプレミアテラスツイン。ウアンの中でも一番広い客室のようです。ただフローリングが目立ちすぎるのか、あまりホテルの客室感がないかなって思ったところが第一印象ですね。広さは41平米もあるリビングとベッドルームが分かれたスイート仕様となっています。テラスは前日の雨で水が溜まっており使えそうではないですね。もし雪が降ったら目の前で雪が積もっていくありさまを見れるかなと思ってテラス付きを選んだだけです。ミニバーはとてもシンプルですね。24時間使えるラウンジがあるので飲み物には困ることはありません。それでもここにドリップコーヒーが置かれておりました。冷蔵庫は大きいし、とてもナイスなデザインです。ここにシンクがあるのは左側にトイレがあるからかもしれませんが、結構便利でしたよ。ここで気づいたのですが、客室内には電話がなく、フロントにかけたい場合はエレベーターホールまで行かなくてはいけません。リクエストするにもちょっとこれは不便でした。ちなみに今回と同じ客室レイアウトのプレミアの客室はツイン仕様しかないようです。バスルームは洗面台も含めてベッドルームの隣にあります。実は今回ウアンに2日目の宿泊を決めたきっかけがここのお風呂場にあります。一見するとここもマンションのユニットバスのようにも見えちゃうんですが、バスタブがなんとイクシルのスパージュなんですよね。これを体験したかったんですよ。どういうバスタブなのかは後で映像にしますね。ちなみにスパージュのバスタブは全室に設置されているそうです。甘さすごい控えめ。夜の東茶屋街。宿泊しているウアンは近江町市場の近くにあるので徒歩で15分くらいでしょうか。この東茶屋街の一角に今回お邪魔する
興味海産があります。そば巻きです。くるみタレで召し上がってください。そば会席で金沢の夜を楽しみました。興味海産での夕食は別動画にしてアップロードします。ホテルへ戻るとラウンジでお蕎麦のサービスをしていました。21時から23時まで毎日行われる宿泊者向けサービスのようですね。今食べて帰ってきたところですが、せっかくなのでいただくことにしましょう。客室に帰ったら楽しみにしていたバスタイムです。ウアンのすべての客室にはリクシルのスパージュが設置されています。そしてこのバスタブには肩湯とサイレントジェットの機能があるんですよ。そして特に木曜日、金曜日は翌朝は見事に雨でした。本当に金沢は雨の多い町ですね。まずは1階のラウンジへ行って朝食をいただきます。今回の朝食は2人とも和食をお願いしました。まず小皿なんですが、この中から3種を選ぶことができます。2人してダブらないように頼めば一部をシェアして全ての小皿を味わうことができます。2人とも外せなかったのはホタルイカの沖漬けです。和食のメインとなる焼き魚はのどぐろですね。お味噌汁も美味しそう。
まずホテルを出発した後は近江町市場にある集落さんへ向かいました。集落さんは棒寿司のお店ですが、旅をしている12月外せないお弁当があるんですよ。後ほど新幹線車内でご紹介しますね。金沢駅に着いたらお土産タイムです。金沢駅改札近くには金沢100番街アントと呼ばれるショッピングフロアが便利です。帰りの新幹線は金沢駅12時58分発の白鷹564号。この時間帯の東京行きは1時間に1本しかないんですね。
白鷹564号も上野駅に到着です。上野駅は新幹線でも珍しい地下ホームなんですよ。乗車した時は気づかなかったのですが、今回は W7 系の JR 西日本所有者だったみたいです。いつかこのグランクラスにも乗ってみたいな。実に充実した2泊3日の金沢旅行でした。ザ・ホテル三楽金沢さんと寿司浅野川さん、興味海さんは後日別動画にしてアップロードします。申し訳ありませんが、しばらくお待ちくださいませ。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。